私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。イザヤ書43章4節。私の母はプロテスタント教会のクリスチャンで、私は幼い頃から聖書の話を聞いていました。中学校からはカトリックのミッションスクールに通い、その後カトリックの大学の神学部に入学しました。とは言っても、それまでの私は信仰深いと言えるような状態ではありませんでした。自主的に礼拝に出席することもあまりなく、聖書もほとんど読んでいませんでした。半ばご利益宗教のように何か特別に頼み事がある時だけ思い出したように祈ったりはしていましたが、キリスト教は自分の中でどこか価値観の一つにとどまっており、優先順位が低いものでした。他にもっと大事なことのように思えるものがたくさんあったのです。しかし母の勧めで神学部の受験を考え、聖書を読んでいるうちに、キリストの復活後に別人のように力強く宣教を始める弟子たちの姿が心に残り、そこで学ぶことを決めました。大学2年の時、母が病気で一時的に入院することになりました。不思議なことに母は入院中、それまでよりもずっと生き生きしていました。それは聖書の次の言葉が自分に語られたからだと言っていました。この病気は死で終わるものではなく、神の栄光のためのものです。それによって神の子が栄光を受けることになります。ヨハネの福音書11章4節。そのことを通して私は聖書に語られた神が今生きているのだということを知りました。その頃から私の世界を見る目は変わりました。もう道ですれ違う人も、駅でたまたま同じ車両に乗っている人も、私には他人ではなくなりました。キリストは出会う人々に優しさを表す人にこう語ります。あなた方がこれらの私の兄弟たち、それも最も小さい者たちの一人にしたことは私にしたのです。マタイの福音書25章40節。この聖書の言葉ゆえに、出会う人は私にとってキリストとなりました。キリストは私の人生そのものとなりました。それから私は神様に仕えて生きていきたいと思うようになりました。一緒に勉強していた神父さんやシスターたちの存在にもとても励まされました。カトリックの神学部でプロテスタント教会に属する自分が学んでいる意味も考えさせられるようになりました。私はもうしばらくここで学ぼうと思い、大学院の修士課程で新約聖書の論文を書きました。その後、プロテスタントの神学校に行き、そこでも新約聖書をテーマに修士論文を書きました。神学校を卒業してから放送伝道の道に導かれ、ラジオを通して宣教することになりました。メディアを通してキリストを伝えることは、組織や教派を超えての働きを願っていた私にはとても喜びのある働きでした。そして今は自分で始めたホームページを拠点にさまざまな形でインターネットを通してメッセージを届けています。こうして私の歩んできた道を振り返ると、私の意志で道を選んだようでいて、神様の愛によって全てが整えられてきたのだと思います。はじめに記したのは私の大好きな御言葉です。これまでイザヤ書43章の言葉に何度助けられてきたか分かりません。進学校に入学してからも一番困難を覚えた時期にイザヤ43章1から2節にとても救われました。恐れるな、私があなたをあがなったからだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。あなたが水の中を過ぎる時も、私はあなたと共にいる。川を渡る時も、あなたは押し流されず、火の中を歩いても、あなたは焼かれず、炎はあなたに追いつかない。聖書が一貫して語るのは、神は愛であるということです。愛の神が語られるのは、新約聖書だけではありません。聖書が語るのは、初めから終わりまで一貫してイエス・キリストを使わした唯一の神です。イエス・キリストをひたすら待ち望む人々の言葉によって紡ぎ出された旧約聖書にも、神の愛はあふれています。旧約聖書のイザヤ書の内容を語る預言者イザヤは、
キリストの誕生の700年以上前から活動した預言者ですが、救い主であるキリストについての予言を特に多く残しています。イザヤ43章4節は、キリスト教の中核、また聖書の中核をなす言葉です。この一言が私が生涯を通して皆さんに伝えたい言葉であり、その価値があると思った言葉です。この言葉がキリスト教のすべてを、聖書のすべてを表していると言っても過言ではありません。この言葉が聖書が示す神のすべてです。神が人に伝えようとしているメッセージのすべてです。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している